こんにちは、ずんだもんなのだ。今日も世界のニュースをお届けするのだ。今回は、モザンビークのニュースを紹介するのだ。今日紹介するニュースは次の5つなのだ。どんな国なのか、一緒に見ていくのだ。はい、かしこまりました。モザンビークの紹介文を作成するのだ。今回は、アフリカ南東部、雄大なインド洋に面した国、モザンビークを紹介するのだ。首都は活気あふれるマプトなのだ。1975年にポルトガルから独立を果たし、長く続いた内戦を乗り越えて、現在は共和制の国として着実に発展を続けているのだ。人口はおよそ3400万人で、多様な民族が暮らしているのだ。主要産業は農業や豊かな天然資源を背景にした工業、そして美しい海岸線と野生動物が魅力の観光業なのだ。ポルトガル文化の影響とアフリカならではのダイナミックな音楽やダンスが融合した彩り豊かな文化も特徴的なのだ。近年は大規模な天然ガス田の開発が進められており、これが国の経済成長の大きな柱として世界から注目されているのだ。その一方で、気候変動によるサイクロンなどの自然災害への対策も重要な課題となっているのだ。豊かな自然と歴史を持つモザンビーク、これからも注目していきたい国なのだ。一つ目のニュースなのだ。ニャッサ州で M ポックス症例が増加という記事なのだ。ニャッサ州のラゴ地区で M ポックスの感染者数が増えているのだ。これまでは3人だったのが、なんと5人に増えちゃったのだ。この大事な情報は、州知事のジュディテ・マッセンゲレさんが発表したのだ。彼女はサンガ地区を訪問中に記者会見を開いて、みんなに伝えてくれたのだ。知事さんは、この病気がもっと広がらないように、予防と監視をもっとしっかりするよう、みんなに呼びかけているのだ。特に、熱が出たり、変な症状がある人とは、ちょっと距離を取ることが大切って言っていたのだ。これでウイルスの広がりを止められるのだ。みんなで気をつけようなのだ。二つ目のニュースなのだ。首相、サントメでモザンビーク系住民と会談という記事なのだ。モザンビークのベンリンダ・レビ首相がサントメプリンシペに住んでいるモザンビークのみんなと会うことになったのだ。これはサントメプリンシペの独立50周年を祝う式典のついでに行われる特別な会談なのだ。首相はダニエル・シャポ大統領の代理として式典に参加していたのだよ。この会談では首相がモザンビークの今の政治や経済、社会の状況について大切なことをみんなに伝えるのだ。それから選挙の後に大変なことがあって壊れちゃった建物とか道路とかをシャポ大統領と政府が一生懸命直しているから、その努力についても詳しくお話ししてくれる予定なのだ。みんながモザンビークの状況をちゃんと知れる大事な機会になるはずなのだ。三つ目のニュースなのだ。検察調整評議会という記事なのだ。モザンビークの検察庁が明日マプト州ポンタオーロで第18回調整評議会を開くのだ。この会議のテーマは正義と人権を守るために検察庁がもっと良くなるのだ。なのだ。アメリカレテラ共和国検事総長が議長を務めるのだ。たくさんの代表者さんが集まってこれまでの検察庁の活動を振り返ったり、これからもっと良くするためにどうすべきかを話し合うのだ。この調整評議会は検察庁の組織や働き方に関する大事なことを話し合って決めるとっても大切な機関なのだ。みんなで協力してより良い社会を目指しているのだ。4つ目のニュースなのだ。市民社会自主規制を議論という記事なのだ。モザンビークでとっても大事な会議が開かれるのだ。テーマは規制圧力下での市民社会組織の正当性と自立性を強めることなのだ。これは市民社会が自分たちでルールを作る自己規制の仕組みについて話し合う初めての全国協議会なのだ。この会議は明日マプト市で開催されるのだ。モザンビークの結社の自由の権利擁護運動っていうグループが
800以上もの市民社会組織や CESC と協力して主催するのだ。実は今、モザンビークの市民社会は活動がだんだん制限されちゃってる状態なのだ。具体的には、みんなで集まったり、何かを表明したりする自由が狭められちゃってるらしいのだ。これは、マネーロンダリングやテロ資金対策の法律が新しくなったことが原因で、さらに状況が悪化しているみたいなのだ。だから、今回の会議で、市民社会がもっと自由に活動できるように、良い方法を見つけたいのだ。5つ目のニュースなのだ。マプト国立公園、世界自然遺産に、という記事なのだ。みんな、すごいニュースがあるのだ。モザンビークにあるマプト国立公園が、ついにユネスコの世界自然遺産リストに登録されたのだ。これは、公園の素晴らしい生態系が大切に保全されてきたことが認められた証拠なのだ。この嬉しいお知らせは、フランスのパリで開かれていた第47回ユネスコ世界遺産委員会で、今朝発表されたばかりなのだ。ユネスコのお話によると、マプト国立公園はモザンビークのマトウトゥイネっていう場所にあるのだ。この公園が登録されたのは、モザンビーク、南アフリカ、そしてエスワティニにまたがる国境を越えた保全地域にあって、海の生態系や海岸の自然がとっても豊かだからなのだ。ユネスコも今回の登録は10年以上にもわたるたくさんの努力と貢献の結果なのだって言っているのだ。マプト国立公園の美しい自然がこれからもずっと守られていくといいなのだ。モザンビークは雄大な自然と歴史を持つとっても魅力的な国なのだ。今日ご紹介したニュースではマプト国立公園の世界遺産登録みたいな明るい話題があったのだ。その一方で MPOX 対策や市民社会の自由といった国民の暮らしや権利に関わる大切な課題にも真剣に向き合っているのがわかるのだ。これからもモザンビークの未来に注目なのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。